シーウォークのここ、テナントが入ってはすぐに死ぬ魔境スポットなんすけど、新しく、デンマークのパンドラができたらしいです。ここは何ヶ月持つかな。皆さん、こんにちは。USJ によって暗黒面に落とされた男、つむぎむです。今日は7月12日、日曜日です。USJ では水かけイベントがスタートし、非常に賑わいを見せてます。いよいよ夏って感じですね。夜はショーも開催しますが、まだ体験できてないんすよねとほほ。ワンピースのイベントの情報も発表されましたが、その影響で思わぬ誤算もあるようです。今回は夏本番に近づく USJ の混雑度と変化を紹介します。ただいまの時刻は9時20分。今日も京都テクッソ遠い保安検査場に向かいます。入場ゲートの方を見るとかなり混んでいるのがわかります。一番長い列とかだと10分くらいかかりそうですね。急ぎましょう。朝の保安検査場の様子はこんな感じです。あれ、こっちはガラガラっすね。ということは、もう入場作業は大体完了しているようです。経験論から言うと、おそらく今日は任天堂エリア以外は空いているという日になりそうです。エントランスにいる群衆の非常に多くが任天堂エリア目当ての遠方客という感じです。そうなると、任天堂エリアに興味の薄い地元ゲストとしては天国な日となります。まあ、は動画で混雑具合を紹介する義務があるので、いやいや任天堂エリアにも立ち寄るわけですが。では入場ゲートに並びます。USJ の入場ゲートには左右があり、手前の列、つまり右側ゲートの方が混みやすい傾向にあるんですね。ほぼ例外なく右は混んでます。手前にあるから、ここに人が集まるんでしょうね。なぜそこまで顕著に違いが出るのかは不思議ですが。案の定、今日も左の列はめちゃくちゃ短いです。いつもは右側で並んでる人を見ながら、容量が悪くて仕事できなさそうと冷笑することで、己の惨めな人生に少しでも彩りを与えようとしてます。9時35分インパしました。15分程度でインパできましたね。この日の実際の開園時間は9時。公式の開園時間も9時なので、フライングはしていません。さて、整理券ですが、任天堂はなんと配布していません。おう、今日もか。任天堂の整理券は、だいたい開園から30分ほどで配布スタートします。なので、今も配っていないということは、今日は配布しないかもしれません。フリーレンの整理券は最速で11時15分の案内でした。ではちょっとだけトイレに寄り道します。エントランスのトイレは改装工事がすっかり終わっていました。元々の面積が小さいので大拡張とはいかないですが、少しだけ便器の数が増えました。特に大きな功績は多目的トイレとは別で2カ所ジェンダーレストイレが設置されたことでしょう。まあ男女共用なので使うの抵抗ある人もいるかもですが、少なくとも個室トイレが2カ所も増えたのは大きな功績かと思います。さて最近のパークの混雑度ですが、いかにも遠方客に人気というアトラクションは混んでるといった印象でしょうか。例えばハリドリやミニオンなんかはすごい人気ですね。ただ昔からあるようなアトラクションとかは30分や40分とかでも乗れるといった印象です。ミニオンがちょっとありえないほど混んでますけど、これはもともと遠方客に人気なのと後屋内だからという理由で選ばれてるような気もします。パーク自体は非常に賑わっていますが、暑いせいで皆さん屋内に避難されてるのか、道路だとかの人通りはやや少なくも感じます。今日は天気がどうだろうが訪問予定だった遠方客が多いせいか、外国人の比率が圧倒的に多く感じます。しかもアジア人とかではなく、もっと遠い国から来られたゲストの人口が相対的に多く感じます。そして遠方ゲストの目当てはやはり任天堂エリア。ここだけは全然空いておらず、可愛げのかけらもありません。ドンキーコングは200分待ちを叩き出す大盛況の日まで出てきました。大盛況というよりもはや地獄です。本音、よほど任天堂が好きとかじゃない限り、地元民はちょっと近寄るのは抵抗があるくらいに混んでいます。ここでスタジオスターズレストランの工事に進展があったのでお知らせします。長らく囲いをして土を掘り返してるだけでしたが、塀が高くなりましたね。ここにはレストランの新しい建物が増築されると思います。入り口から見て右側のエリアはトイレを境に壁が設けられて完全に封鎖されています。ここはもともとハリウッド黄金期の壁画のあったスポットですね。おそらく増築部と合体するための工事なんでしょうけど、壁画は残るのかどうなるのか、非常に心配ではあります。では、手始めにエントランスに近いアトラクションの待ち時間を見てみましょう。9時50分、時点での待ち時間は75分でした。ありゃりゃ、めちゃ混んでますね。最近は空いてる日も多かったのに。欅ロードからミストが出てますね。ここずっと紹介してる割にちゃんと作動してるところは初めて見た気がします。USJ は熱中症対策にかなり力を入れていて、これもその一環ですね。導入理由としてはこれまでこの通りは USJ 屈指の酷暑スポットだったんですって。へえ、そうなんや、意外。ですから木を植えてミストが出るようにしたのだとか。おっと、こんなに低い位置で撮ってたら盗撮魔か何かと誤解されるかもっすね。は女装をしてキャラを演じてるせいで、万が一性犯罪者に誤認された場合、説得力がなさすぎて圧倒的に不利なんでね。意外とこういうリスクヘッジができるお利口さんなんですよ。ところで先日、ショート動画でも紹介しましたが、左にあるイルミネーションシアターストアですが、どこにあるかわからないって？だから左にありますって。
こんな感じで存在感の薄いショップなんですが、なんとか手こ入れしようと躍起になっているみたいで、年間パスを提示すると、なんと1円も払うことなくクリアカードがもらえちゃうんですね。12月31日まで実施しますが、毎月デザインが変わります。今月は上手ですね。無料のグッズというわけです。いや、そんなことを言うと、年パスいるんだから無料じゃないだろと思われるかもですが、これって0円って書かれたレシートももらえるんすよ。なんかタダっぽいじゃないですか。他にもウッディとウィニーのアクリルスタンドも無料でもらえますが、こちらはこのショップでコレクタブルグッズを3500円以上買った人限定とかいうややハードルが高い制約があります。あれ、よく見るとメルスドライブインから車がめっちゃ撤去されてますね。例年だとハロウィンシーズンに撤去することは多いものの、この時期はちょっと珍しいっすね。なんでだろう。ママ A は、そういえばハリドリも少し前までストーリーライドだらけでしたけど、またラインナップが更新されましたね。コナンのストーリーライドが抜けて、今は代打でシェキオーフが復活しています。現在選べるのはこの5曲。いつも思うんすけど、なんで5曲しか選べないんだろうね。オーランドのコースターなんて自分で何十曲も選べたのに。あ、そういえばあれもう営業終了してたわ。今はワイルドスピードの新コースターに建て替え中でしたね。USJ のハリドリもそろそろ何らかの手こ入れをしてほしい気持ちも少しあります。ちなみに、アーシはストーリーライドが基本的に嫌いです。いや、なんというか、全然聞こえないので楽しいと思ったことないんすよね。言われてみれば、音楽って歌詞を真剣に聞くってことはあまりないですが、ストーリーライドの場合、それが求められるので、では愚痴ってないで、アトラクションの待ち時間を見ましょう。10時15分時点でのハリドリの待ち時間は、バックドロップが100分、フォワードが90分でした。なかなか煮込んでますね。この時間を屋外級で並ぶのはなかなかきついかもっす。ところで5月7日に閉店した It's So Fluffy とスタジオスタイルですが、リニューアルオープンしました。ああ、なるほど。予想の一つに挙げていたとんがりコーンロバの店を廃止して隣接するスタジオスタイルと脱退する案が採用されたっぽいですね。店内はこんな感じ。ミニオンに乗っ取られる前の姿に戻ったという印象ですね。従来の姿に戻ったため、エントランスにあったミニオンのオブジェも撤去されていました。ペローの看板もなくなってますね。It's So Fluffy の店も懐かしい姿に戻りました。これはモッピーの専門店よりさらに以前の姿。ブラウンダーピーの頃を思い出します。そしてめちゃ気になる変化が目立ちますが、ショップは営業しているものの、何も看板がないんですね。看板がないショップになっちゃいました。それだけじゃないです。よく見ると、ブラウンダーピーと書かれた看板も完全に撤去されてるんすよね。屋根のてっぺんや床にあったプレート、さらに壁にあったプレートを含め、あらゆるブラウンダーピーの痕跡は撤去されています。これは一体どういうことなんでしょう。ここで、ブラウンダーピーをご存じないすっとこどっこいがいるかもしれないので、少し解説しましょう。この建物はかつてロサンゼルスに実在したブラウンダーピーというレストランチェーンの店舗の一つを再現したものになっています。丸くて可愛いですよね。ここから少し歩いたところにパークサイドグリルってレストランもありますが、あれも実はブラウンダーピーの店舗の一つを再現した建物になっています。これまでの経緯を振り返ると、USJ 開業当初はブラウンダーピーという名前のブラウンダーピーをテーマにした帽子屋がありました。あ、そこはレストランじゃないんや。そしてその後、モッピーの専門店にリニューアルし、さらにフラッフィーの専門店にリニューアルしました。しかしどの世界においても建物自体はブラウンダーピーという設定が25年間引き継がれ続けていました。なぜならブラウンダーピーはハリウッドの象徴的な建物の一つだからです。隣にあるマリオカフェもよく見るとマリオカフェとは看板には書かれていません。シュワブスパーマシーと看板には書かれています。これはシュワブスパーマシーという実在した店舗を再現したファサードであり、その設定がマリオに乗っ取られた現在でも尊重されているからです。しかし、今回のリニューアルでブラウンダーピーの看板は撤去されました。考えられる可能性は3つ。一つは権利的な問題。もう設定とかどうでもいいから、災いの種は排除しちゃえということです。でもパークサイドグリルは何の変化もないので、可能性は低いかもです。二つ目は、看板を作り直しているところ。ただ、パッと見た感じ、これらの看板に直すような破損はありませんでしたので、これも可能性は低いかもです。三つ目の可能性は、将来的な計画を見据えてのもの。例えば将来的に、ここに注文の多い他社 IP の専門ショップを作るとします。仮にポケモンとでもしましょう。ポケモンは利己的なブランドなので、不都合な看板を撤去させることはよくあります。要するに、今、棚に統一性のないグッズが雑に陳列されているのは、次のリニューアル工事までの空白期間を埋めるためのものという可能性です。こう熱く語ると、いかにもアーシが3つ目の可能性を推してるように聞こえるかもですが、正直どう転ぶのかは見当もつかないです。この建物って丸くてモンスターボールみたいやなとは思いますけど、いずれにせよ今わかるのは、ブラウンダーピーと書かれた看板が徹底的に目ざとく撤去されたということだけです。では、任天堂エリア前にやってきました。やっぱり整理券は今日は配布してないんすね。最近そういう日もちらほら出てきました。
では、任天堂エリアに行くと見せかけて、ウォーターワールドの11次回を見に行きましょう。ウォーターワールドでは、6月29日から8月31日まで水かけを増量する特別演出となっています。まだ10時25分なので公演まで35分もありますが、並んでおきましょう。実は、ウォーターワールドの公演時間は本編の開始時間を指すため、前節は含まれていません。つまり、ヘレンがやってくるシーンが公演時間なわけで、かなり余裕を見て並ばないといけないんすね。それにしても熱いっす。さっきガードマンにもらった塩分タブレットをありがたくいただきます。USJ 情報局 LCA Studio USJ kanji I don't know LCA Studios ということで10時35分、シアター内に案内されました。早くないっすか。まあこんな地獄みたいなところで待つのはまっぴらですが、こういう感じでウォーターワールドって意外と早く入場開始するんで、そこは注意したいですね。ということで、青色席の最後尾を確保。ここはもともと茶色の席、つまり、おおむね濡れない席でしたが、今は青色席になっています。期間限定なので、青いシートをベンチにかぶせてるだけのかなり即席なものです。一番最前列はピンクのシートとなっており、ここはえぐいほど濡れるそうです。では前節が始まりました。あれ、今日の保安官ってサプさんなんですね。噂には聞いてましたが、ビーコンを演じてる印象が強いので、なんか違和感すごいです。でもさすがキャリアが違うというか、自然にこれから登場するヘレンやスモーカーツの説明を丁寧に、そして何度も挟んでくれるので、初見でもわかりやすい配慮みたいなのを感じました。たまに、ココラ、変の説明を割愛する人いますけど、そうなると、急に、ヘレンとかスモーカーツとかマリナーが出てきても、誰こいつ感ありますからね。うぎゃー。何しやがるこいつ。いや、水量をアップしてるということもあって、もうバケツ持ったキャストさんが、そこら中にいるんすよね。最前列じゃないからと油断してはいけないです。特にリュックとカメラ。これだけはビニール袋だとかを持参して守りたいっすね。はい、ということで見てきました。今年の夏は期間限定で、ショーが終わった後も水をかけてくれます。これはマジでえぐいほど濡れるというか、服のまま湯船に入ったくらい濡れるので、かなり覚悟は必要です。ウォーターワールドは25年もありますので、だんだんと日本の日常風景になってきましたけど、冷静に考えて、これだけのスタントショーが毎日見れるのはすごいんですよね。追加料金もいらないし、ただ、本家ハリウッドでは、すでにクローズの噂が出てるように、再開発を心配する声も根強いです。もしウォーターワールドがなくなって、映像に連動して、座席がカコガコ揺れるアトラクションなんてできたら、ショックで脱粉しちゃいますよ。USJ が池袋みたいになっちゃいます。そろそろ、任天堂エリアに向かいます。今日は結局、整理券配布しなかったですね。自由に入場できるのは、実に便利でストレスフリーです。あーしは整理券を確認する際に、ヒューウィゴーって叫ぶ茶番が大嫌いなので、それをせずに済む点でも嬉しいです。エントランスは賑わっていますが、ベビーカーの量は少し少ないでしょうか。ピーチ町の中は完全に暑さで干からびた連中が雑魚寝する模倣地帯と化していました。アイリン福祉労働センターを思い出しますね。あれってもう取り壊されたんでしたっけ。では、エリアの様子を覗いてみましょう。中はかなり混んでいます。というか、任天堂エリアはいつもずっと同じくらい混んでいます。ここで誤解してはいけないのは、別に整理券配布の有無は混雑度と特に関係はないという点です。いや、原則として影響はしてるんでしょうが、結果的にその恩恵を感じにくいというか、今日は整理券もないし、エリア内も少し空いてるね、なんて日は存在しません。不思議っすよね。ただ、任天堂エリアって非常に人気ですし、ゲストの大半がここに来るために大阪に来たと言っても過言ではありません。動画のためにいやいや訪れてる偏屈なんてあーしくらいでしょう。なので、エリアの滞在時間は非常に長いし、キャパいっぱいまでゲストがいる場合、さほど興味のないゲストは、今日はいらないや、ってなるわけです。結果的に、任天堂エリアの混雑度は、整理券対応だろうが違うだろうが、おおむね一定に収まるような気はします。なので今日も、大した恩恵を浴びることなく散策しています。では、そんな今日の待ち時間を見てみましょう。11時50分、時点の待ち時間は、マリオカートが90分、ヨッシーアドベンチャーは75分でした。キノピオカフェでは10分後の12時の入店整理券のみを配布してるというおかしな状況になっていました。逆に他の時間は13時まで入店不可です。今日の任天堂エリアもいつも通り混んでいますが、心なし床がはっきり見えるというか、人通り自体は少ない印象もありますね。その答えはショップを覗くとはっきりします。うじゃいますね。みんな暑くて逃げてきているのでしょう。なんというか、小学生の頃、岩をひっくり返したら虫がたくさんいたのを思い出しました。皆さんも子供の頃はよく虫を踏みつぶして遊んだものでしょう。では、ドンキーコングエリアの様子も見てみましょう。ここはいつもすごい人でキャパオーバーって印象です。最近はゲスコンが上手くなってきたのか、朝一以外で列がエリア外にまで伸びるっていう日はあまり見かけなくなりましたね。以前はエリアにいるゲストの大半がQラインに収まりきれず溢れた連中って感じでしたけど。さて、待ち時間は170分でした。なんだろう、これでも十分混んでるんですが、先日260分を見たばかりなので、相対的にマシに感じちゃいました。
米国だと40分で乗れるようなアトラクションなんですけどね。米国はアクセスが面倒なものの、パーク内は快適なリゾート型。USJ は都市部にあるためアクセスが便利なものの、パーク内は地獄絵図っていう印象は常にあります。これはディズニーも同じですね。ではのんびりだらだらジュラシックパークエリアを回りましょう。あ、そうそう、ここで一つ残念なお知らせがあります。ジュラシックパークエリアには2カ所レストランがありますが、一つは現在、早々のフリーレンコラボで乗っ取られているわけで、通常営業してるのはディスカバリーレストランのみなんですね。それで、例年ならワンピースのコラボがあるんですが、今年は全く発表がなかったため、今年はないとお知らせしていたんですが、なんとめちゃくちゃ土壇場で7月29日からの開催が決定しました。つまり年末まで、このエリアにはジュラシックパークのレストランは存在しないことになります。いつも気になるんですが、これってどうしてもここで開催しなきゃダメなんすかね？鬱陶しいんですが、まあそれはそれとして、アトラクションでは今年特別企画もあります。前回動画で紹介しましたが、ジュラシックパークザライドにウォーターキャノンが2門設置され、パワーアップしましたね。あの金髪は似合っていませんでした。あれ撮影当日、カメラマンさんと合流する前に、ひどい仮装をしてしまったとめめしいメッセージを散々送るほどにはトラウマ級です。おそらく二度とやらない仮装でしょうね。それで話を戻しますが、今日もそれ目当てでやってきました。ということで、先にスプラッシュタウンを拝んでおきましょう。ディスカバリーレストランでのみ扱いがあった復刻版のドリンクボトルは、ターキーレッグのキオスクでの扱いに移転していました。おそらくワンピースが占拠するため、ジュラシック IP の商品を追い出さないといけないからでしょう。っていうかターキーレッグって今1400円もするんすね。オーレのポケットには大きすぎらー。ではパワーアップしたスプラッシュゾーンを拝みましょう。あれ、なんかいつもと同じじゃね？いや、てか、よく見たらウォーターキャノンなくなってない？そうなんです。実はあの演出、1日半で終了したらしいです。どういうこと？実は、7月8日は朝以外は概ね稼働してたんですが、7月9日からトラブルが相次ぎ、途中から休止に。そして、7月10日には、なんと、ウォーターキャノンそのものが撤去されちゃいました。そういえば、アーシが動画撮影する直前も運休してたっけ？あれ、動画撮れたのはラッキーだったってことか。さらに不運が続き、T-Rex も体調不良でお休みになったそうです。いやいや、だとしたら、パワーアップどころかいつもよりスケールダウンしてるんですが。では、アトラクションの混雑度を見ます。12時15分、時点での待ち時間は、ジュラパが45分。ごますりファッキントリチクショーは40分待ちでした。あれ、待って。なんでびしょ濡れバージョン実施中の看板が出てるの？どうやらステゴサウルススプリングスのところの装置は稼働してるため、これを歌うことは詐欺には当たらないという発想みたいです。小学生のクソガキみたいなヘリクツめ。ママ A は、T-Rex がどうなってるかも気になるし、乗ってやろうじゃないですか。シャーなしやで、ほんと。初日に来た時はシングルライダーはだいぶ長蛇の列でしたけど、今日はどうでしょうね。今日の最後尾はこの位置でした。なんとも微妙な。それにしてもQラインはここ以外、マジで屋根がないのが本当にきついっすね。足元を見たような価格の自販機が余計イライラしますけども、12時30分案内されました。シングルだと15分程度で乗れますね。それにしてもリハブ明け、つまりびしょ濡れ版になってからゲートが片側しか運用していないのでゲストの回転率は非常に悪いです。これってなぜなんでしょうね。さて、今日はどんな様子かしら。はい、乗ってきました。いや、やっぱりそんなに濡れないですね。いつもと同じです。ウォーターキャノンがない分別のところでバランス取ってることを期待しましたが、別にそんなこともなかったです。あと、T-Rex は復活していましたね。いや、良かったです。いや、良くはないんですが、隣の外国人が気違いみたいにフラッシュ焚いて写真撮るもんですからボートが止まっちゃいまして。クライマックスは聖域なのに、例えるなら、ラーメンをフーフーしてる瞬間くらい重要なシーンなのに、でも冷静に考えて、うちら常連は撮影禁止ってのをなんとなく知ってますけど、初見でそのルールを認知できる工夫を USJ がしてるかと言われたら全くしてはいないので、そこは改善してほしいっすね。では、乗りはしませんが小松流ンチードリ貴族のQラインの様子も見ておきましょう。このアトラクションのQラインは、まるで焼き鳥にされた鳥類による人類への報復かと感じるほど地獄です。屋根が一切存在しないんですね。夏に並ぶと、白い床からの反射光も相まって、両面焼きのハムエッグになります。おいおい、俺らはサンタナじゃないんだぜ。で、そんなQラインを少しでもマシにするために、先日から巨大なファンが大量に設置されました。しかし、今日も稼働はしてないですね。稼働はしていないため、その旨を伝えるミスター DNA の看板がたくさん設置されています。このアトラクションにおける数少ない映画要素です。でも、扇風機が稼働したら撤去されちゃうんですよね。でも、ミスター DNA が居続けるということは、今後もQラインはオーブントースターのままです。実に八方塞がりなのであります。羽橋では、最近何の意味があるのかわからない囲いが設置されました。なんでしょうねこれ。それではそろそろ帰りましょう。そういえば、サンフランシスコエリアでも最近、続々と改修工事が始まりました。アミティの工事がやっと終わったところなんすけどね。またかよ。主な改修エリアは、ロンバーズランディングとフィッシャーマンスワーフの看板です。あのカニの看板、なくなったら嫌だな。
サンフランシスコエリアは活気がないわけではないですが、アトラクションは一つもなくて寂しいですね。実は本家オーランドもワイルドスピードをテーマにしたコミライドがなくなるため、同様に空き地になります。このアトラクションは関係者にすら後悔してると公で言われてしまうほどひどい出来でした。オーランドではかつての噂でバックトゥーザフューチャーのエリアにしたらどうだなんて話も出てますけどね。もしその案が採用されるなら USJ でもぜひやってほしいくらいです。ミニオンブラスト？そんなもんどうなろうと知らんよ。USJ では現在やりすぎフード祭りと題して一部フードにて増量キャンペーンを実施しています。いろいろありますが、このザ・ドラゴンズ・パールの冷麺2倍キャンペーンが一番パッと見た感じお得感があります。最初は年間パスのみのサービスで16時以降に年パスを見せたら増やしてもらえるというものでした。しかし7月13日からは一般客でも増量してくれるみたいです。開催期間は9月6日まで。店のビニール袋は必ず余分にもらうというケチな方はぜひおすすめです。それにしてもデリシャスミーの工事はほんと長いですね。レンガ造りの建物は総じて改修に時間がかかるとはいえちょっと長すぎます。ニューヨークエリアもほとんどの建物が囲われています。先ほどの建物群もそうでしたが、レンガの外壁は補修にかなり時間がかかるみたいなんですよね。以前、サンフランシスコのケーブルカー倉庫もかなりの基幹工事をしていました。ですので、まだまだ全然終わる気配は見られません。では最後の締めとして、グラマシーパークで開催されるクールスプラッシュタイムを体験してから帰りましょう。これは別にキャストが出てくるショーとかではなく、ただめちゃくちゃボート鎮圧みたいに水をまいてやろうというただそれだけの企画です。当然ですが、めちゃくちゃ濡れるので、カメラとかはビニール袋で保護する必要があります。はい、もうどえらい放水量です。危険物取扱者の試験によく膨張の水という言葉が出てきますが、まさにそんな感じです。ミストだとかシャワーだとか、そういうものではないです。後ろをよく見ると、金持ちの庭の芝生とかで見かける自動散水機がタワーのてっぺんに設置されていました。前からも後ろからも水かけてくるんすね。リュックにもビニール袋かぶせたらよかった。地面を見ると、水がアホみたいに流れていきます。意外と水たまりに足を突っ込んだ時みたいな靴の濡れ方もするので、靴濡れるの絶対嫌な人は注意しましょう。余談ですが、ステージ18には臨時で更衣室が設置されますが、今年はまた営業を開始していません。これがある前提でびしょ濡れになりに行ったアホは地獄を見ます。では、今回の動画はここまで。また次回にご期待ください。それでは、さよなら、さよなら、さよなら。